皆さん、こんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはバレるです。バレるという言葉、聞いたことありますか？この言葉の意味は、嘘や秘密、隠し事、隠しているつもりの気持ちなどが相手に知られてしまうことです。カジュアルな会話でとてもよく使う言葉です。もしかしたらアニメやドラマで聞いたことがある人多いかもしれませんね。例文を3つ紹介します。1つ目、宿題やってないの先生にバレた。私は学校に通っています。昨日宿題が出されたのに、宿題めんどくさいなと思ってやりませんでした。今日宿題やっていないのを先生に言わないで知らんぷりしていたら、先生が A さんちょっと来てというので、宿題やっていないよねっていうので先生に知られてしまいました。バレちゃったっていうことです。2つ目、隠していた秘密が完全にバレた。この隠していた秘密、例えば不倫とか横領、もう大変なことですよね。深刻な問題です。事件のようなものです。というので、一つ目の例文よりも重い感じですね。そういう時にもバレるを使います。3つ目、本当は怒ってるのにバレないようにしている。私は本当は怒っています。怒っていたらその気持ちっていうのが表に出ちゃいますよね。例えば体、顔、表情、行動に出ちゃうと思うんですけれども、周りの空気を読んで、いや、ここで怒ってはいけないと思って、その怒っている気持ちを隠しています。っていうので、バレないように努力しています。はい、似た言葉としてバレバレがあります。これは隠そうとしても全部見えている、全部分かってしまう状態のことです。隠しきれていないっていう強いニュアンスが含まれています。例えば、花ちゃん、山田くんのこと好きなのバレバレだよ。花ちゃんっていう女の子見ていると、山田くんの前ですごく恥ずかしそうにしています。顔が赤くなっています。そして山田くんのことを見つめています。そうしたら、見ている人たちは、花ちゃんって山田くんのこと絶対好きだよねって分かってしまいますね。そういう時にバレバレって使います。ということで、バレる、バレバレ、意味や使い方、わかりましたか？今回のテーマはバレるです。皆さんってバレないように嘘をつけるタイプですか？それともバレちゃうタイプですか？私は結構表情とか声のトーンでバレちゃうタイプだと思うんですよね。で、昔のエピソードなんですが、日本である職場で働いていた時、働いてすぐの出来事だったんですが、ある日仕事に行かなきゃいけない日なのに寝坊して遅刻したことがあったんです。で、私は普段はちゃんともうアラームを設定してアラームの音で起きて、それができる人間なんですけど、その日だけはもう疲れていたからなのか、アラームの音がもう全然聞こえなかったんです。もうそれぐらい爆睡しちゃってたんですよね。で、
ああ、よく寝たと思って起きてスマホを見たら、もう時間がもう職場についていなきゃいけない時間だったんですね。もうそれを見て、ああ、やらかした。どうしようっていうので、もうすごい焦っていたんです。でもとりあえず、もう職場に電話しなきゃと思って電話かけたんですけど、3寝坊して遅刻しちゃったんですっていうのがなんか恥ずかしくて、なんか言えなくて、もうそこでお腹が痛くて遅刻しそうですってつい嘘をついてしまったんです。でなんとかもう準備して職場に着いたんですけど、職員の方数名に大丈夫？休んだ方がいいんじゃない？ってとても心配されました。で、その時ちょうど職場で胃腸炎が流行っている時期だったんですよね。なので、お腹痛いっていうその理由間違ったって思ったんですね。もうでも嘘ついちゃったから仕方ないと思って、もう一日もう何事もなかったかのように仕事をして、で家に帰りました。で、その時にモヤモヤしたんですよね。その日嘘がバレないように過ごしていたし、大丈夫だろうと思っていたんですけど、なんか悪いことをしているっていう罪悪感がすごくて、もう自分自身がもう我慢できなかったんですね。ダメだって、嘘ついちゃいけないっていうので。で、なんか嘘って一度ついたらバレないように周りの目を気にしないといけないし、辻褄が合うようにしなきゃいけないから、他の質問をされた時にまたそれに合わせた嘘をつかなきゃいけなくなったり、もう正直めんどくさいなと思ったんですよね。私はバレたらどうしようっていうのがもう怖い、ビビりなので、私の性格的には、正直に言っちゃった方が楽だなって、その時思いましたね。はい。ただね、大人になるにつれて嘘をね、うまく言えるようにもなりたいなってちょっと思ってるので、皆さんはなんか嘘をついてもバレないように何か工夫してますか？表情とか声とか、なんかこういうことするとバレないよとか、こっそりこういうことするといいよとか、何かそういう工夫があったら教えてください。では今日出てきた単語を復習します。バレる、バレる、バレバレ、バレバレ、隠し事、隠し事、寝坊、寝坊、爆睡、爆睡、工夫、工夫。では今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。